全く受け身取らないで受け身取れるんですね。どういうことですか？こう喋りながらでこうバーッと喋りながら完全になんともなくいけます。これはすごいです。体を張りすぎず抜きすぎずやると内臓に来るとうっなるんですよね。でも自然体でやってるので別に内臓に何も来ない、このまま喋っててなんだこれは。硬い板の上でもこの通り体が伸びてる。こんな風に体を丸めて衝撃を吸収するのが普通の受け身。体を伸ばしたままだと全身にとてつもない衝撃があるはず。どうしてできちゃうの？受け身を取らずに受け身をするみたいな感じですかね。そうあれがなんか衝撃的だったんですけども、あれってここでもできどこでもできます。どこでもできるちょっと見せていただけますか？そうですね、体そのもので受け身を取るっていうような考え方ですね。なのでこうなんていうんですかね、こう紙とかを投げてもこうそんなに壊れないっていうんですかね。なるほど。例えばこう前転とかは全部をゴロゴロしたりで、それを大きくしたら全部をゴロゴロしたりで、大時派にこの丸くしてらですかね、丸まってるから受け身になってるよって形だと思うんですけども、今西監督が紹介してくださったのは、このまま本当何も受け身取らないで受け身を取るっていう感じですね。紙を丸めるんじゃなくて紙をふわっとしてるような。そうですね。クリアファイルとかひょいってやっても壊れない。すごい。確かに紙をふわっと投げたように落ちていますね。クリアファイルで試してみましょう。ポーンって。こういう感じです。そういうことです。もう一回お願いします。はい。これを中野先生がやるとそうですね。なのでどうなると思うんですけど、こんな感じで。こうなっちゃうと、これは普通の受け身ゴロリンとしてるので。で一応こう最後の最後までゴロリンしないで、これでこの状態でこうやってみればこんな感じです。これで受け身取ってるってことですね。これ痛くないんですか？そうですね。全身でこう分散させてるんですか？どういうこと？そうですね。固めてないっていう感じですね。ちょっと高さん。固めてないって感じです。はてなな。面？そうですね。でも本当にクリアファイルを投げたっていうのが一番イメージがつくんじゃないですかね。それではもう一度。これだ。だからどこから落ちるとか、どっかからかは落ちると思うんですけども、なるべくこうそれが特にそんなに意識せずにやるっていう感じですかね。で例えば派手な受け身を取ろうとしたら、例えば片足を足の裏にして片手ついて、例えばそうですね、こうこうやって両足とかをこうやってやるとそれっぽいけど大丈夫で、わからないですけど、演舞とかをするのであれば派手に跳ねた方がいいので、そしたらこうこら跳ねてバタバタ、すごいバリエーションが。ここで中野先生に受け身の基本を教えてもらいましょう。これがちょっと浮いちゃうとこうでドンって落ちてしまうので、例えば丸いものでも真下に落とすと跳ねちゃうじゃないですか。そういうことなんですよね。で丸くなくて、皆さんの足の裏とかも円みたいに使えば丸くないんですけど丸い動きになるんですね。いや転がるっていう動きになりますね。で今の前転をちょっとだけ大きくしていただいて、転がるっていうとちょっと近づいてきます。そうですうまいです。その丸まったのをそのままパワーにつなげるのが態度の考え方なので、丸まった動きをそのままそのジャンプまでつなげていく。でそのまま蹴っていくって感じのが態度の考え方ですね。回った力が上に？そうなんですよ。そのロスしないようにやるんですね。でこれ結構皆さん止まってからジャンプしちゃうんですね。でそうすると回転してるエネルギーをロスしちゃうので、なるべくなんていうか、急回転じゃなくても何でもいいんですけど、体の全身が動いたものをそのまま全部ロスしないで、むしろ乗せる足し算するようにやるっていうのが態度の考え方ですね。くるんと回ったそのまま足のこっちにつなげちゃうんですね。そうなんですよ。方向。いわゆる運動エネルギーですよね。これでも絶対止まっちゃいますよね、普通だったらね。それを本当に空手の突き切りもそうだと思うんですけど、ロスしない格好を型で作っていくっていう形ですね。黒帯ワールド帯同シリーズ2023、まだまだ続きます。次回をお楽しみに。
帯同の第一人者で柔道整復師でもある中野哲司先生が宮平保先生の凄技を分析する大いなる遺産中国武術 DVD2 枚組4時間とスペシャルブックのセット、こちらもよろしく。エブリワンイザヒーロー in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。